どうも、豚さんです。今回はブレーキの効きが甘いんで、軽くメンテナンスしていきます。まず、キャリパーを外します。下側の 17mm を緩めます。一発目緩めるときはメガネで。一発緩んだら短いラチェットで。これは KTC のラチェットを短くぶった切ったものです。スライドピンも兼ねているので指で回すのはちょっとしんどいです。あとはキャリパーを上側にスライドさせれば外れます。上側はスライドピンになってます。キャリパーが落ちないように S 字フックで引っ掛けておきます。とりあえずはスプリングにこんな感じで引っ掛けておけば OK。外したパッドはこんな感じです。パッドはこの後表面を研磨します。ローターはそのまま引っ張れば取れます。ローターは以前の動画で紹介した方法で研磨していきます。120番のペーパーでパッドを研磨していきます。パッドを研磨するときは8の字を書くように研磨してください。まあ豚さんもできてないですけどね。だいたいこのくらいでいいと思います。研磨が済んだら軽く洗浄して組み付けていきます。スライドピンが錆びてたらサンドペーパーで錆びを落としといてください。スライドピンの動きが悪いとブレーキパッドが片側だけ減っちゃうっていう原因になります。上側のスライドピンも同様に洗浄。洗浄が済んだらモリブデンスプレーをかけて組み付け。まあブレーキ専用のやつがいいんですけどね。豚さんはこれでずっとやってます。パッドも軽くお掃除して組み付け。まあ半年に1回ぐらいやってるんでそんなに汚れてないですけども、普通の車結構汚れてます。プレオの場合定期的にやっとかないとすぐ効かなくなるんですよね。ちなみにブレーキの泣きが気になる方、赤い部分をがっつり面取りして青い部分を軽く面取りしてあげると泣きが収まることが多いです。ものによっては新品の状態で赤い部分が面取りされてるものもあります。豚さんの場合自分の車では絶対削らないですけどね。ブレーキなんて効けばいいんですよ、効けば。パッドの裏側にも少量スプレー。修道面とピストンの当たり面に軽くグリスアップ。あとはバラした逆の手順で組み付ければ OK。研磨した分隙間が空いてるんで外す時よりはキャリパーは入れやすいと思います。あとはボルトを締め付ければフロント側は OK です。続けてリアをやっていきます。後ろは 30mm のナットを外さなきゃならないんでちょっと大変だと思います。まずは回り止めの割りピンを外します。とりあえず折り曲げてある方をドライバーとかで伸ばします。伸ばしたらハンマーで叩き抜く。最後はペンチを使ってテコの原理で引き抜きます。引
き抜いたら一旦車を下ろして 30mm のソケットでセンターのナットを緩めます。インパクト用のソケットがあればインパクトでやっちゃうんですけどね。だいたいですけど20キロぐらいのトルクで締まってます。緩めたら再び車を上げます。センターナットを外すのは後でもいいです。豚さんがなんとなく外しただけ。次にリアキャリパーを外します。まずはキャリパー左右の 12mm2 本。フロントと違ってリアは引っ張ったぐらいじゃ取れません。軽くドライバーでこじってあげれば取れます。次にキャリパーブラケットの 14mm2 本を外します。最後にローターに衝撃を与えて外します。正直衝撃を与えて外れる方が珍しいです。豚さんの場合は定期的に外してるんでね、外れるんですけどね。外れない場合は裏から叩くのではなくてプーラーを使って外してください。そんな大きいプーラーないよって人はね、ここのところを伸ばしてあげるだけでとりあえず使えますんでね。材質はそれなりの強度があれば鉄板とかでも OK です。バラしたついでにピストンの動きをチェックしておいてください。プレオの場合はリアブレーキはサイドブレーキと兼用なんで回転式になってます。ラジオペンチでスムーズに回るかどうか確認しておいてください。豚さんのは片側ちょっと渋かったんで近いうちオーバーホールが必要だと思います。あと組み付け時はピストンの向きが合ってないと入りません。ローターを軽く研磨したら組み付けていきます。まずは軽くグリスアップ。この段階では仮止め。組み付けはバラす時の逆の手順なんで早送りで送っちゃいます。フロント同様にグリスアップしながら組み付け。リアの方は固着してるのがとにかく大変です。豚さんも最初バラす時すごく苦労しました。動画撮り忘れちゃったんですけども、一旦車を下ろしてセンターナットを締め付け。締め付けトルクはだいたい20キロ前後だったはず。締め付けたら最後に割りピンの穴を合わせる。あとは割りピンを差し込めば完成です。で、一番重要な注意点なんですけども、ピストン位置が変わってるんで、走り出す前に必ずブレーキを踏んでください。あとブレーキの当たりがつくまでは本気でブレーキ効かないんで、そのつもりで運転してください。それともう一点、ブレーキは大変重要な部品ですので、自信がなかったら絶対に手を出さないでください。豚さんでした。